どうも皆さんこんにちは、あきらです。今回はスターリンクです。ついにオフィスに導入しました。皆さんスターリンクご存知ですが、これはね、衛星通信を行うネットワークです。これをね、紹介していく前に、まずは日本の通信網、そして世界のインターネット普及率から見ていきませんか。これのね、重要性がわかるかなと思います。日本の通信網は間違いなく世界屈指ですよね。都心部を歩けば 5G が当たり前に届くし、日本というのは光回線の普及が非常に早くて、世帯のカバー率はなんと 99% です。山間部であっても人が住む場所ならインターネットにつながります。僕たちが当たり前に感じているこの便利の世の中というのは世界的トップクラスの完成形でもあるんです。その一方で日本というのは災害大国でもあります。地震や台風、豪雨など災害が起こり光ファイバーが切断された時、回線というのは簡単に止まってしまいます。昨日まであんなに便利だった世界がたった1日で圏外になってしまうんです。この物理的な線である以上、このリスクから逃れることはできません。そして視点を世界へ広げていくと、さらに極端な現実が見えてきます。世界のインターネット利用者数というのは約60億人、普及率でいうと約 74% から 75% とのことです。これって一見高く見えるんですが、4人に1人はオフラインに取り残されているということになります。地球上にはまだまだオフラインが存在するのが現実です。ではなぜ通信会社はこのオフラインエリアというのを整備しないのか。それは儲からないからです。数十世帯しかない山間部に光ファイバーを引くとコストを回収しきれません。インターネットがあるからこそ進化してきた時代なのに、そもそも触れられない人がいる。それが新しい格差を生み続けています。ここに目をつけたのがイーロン・マスクです。もう皆さんご存知ですよね。 EV 電気自動車を開発するテスラや Twitter の買収で世界を騒がせた実業家イーロン・マスク。彼はインフラが届かない困難な場所にいる人に向けてスターリンク計画をスタートさせました。今ではスターリンクのユーザー数はすでに1000万人を突破。2019年からのたった数年でこれほどまでに急成長しています。日本上陸は2022年、アジアで初めてスターリンクが提供された国でもあります。そんなスターリンクが今回はこちらです。スターリンクミニであるんですが、そもそもこのスターリンクの正体、これが一体何なのかというところを皆さん一緒に見ていきましょう。まずそもそも従来のインターネットというのは地上とか海底に張り巡らされた光ファイバーによって物理的に接続されているんですよ。電波って海外まで飛んでると思いきや、地下とか海底をね通る物理ケーブル、海底ケーブルでつながってるんですね。なのでそれがつながってる以上は、それが切断されてしまうと通信というのは止まってしまうわけです。そして有事においても光ファイバーケーブルが妨害されたという事例は実際に存在しています。一方でこのスターリンクというのは宇宙にある人工衛星と地上をつなぐということでインターネットを使えるようにする、そんな仕組みになっています。実は人工衛星とね地上をつなぐというシステムってこれまでにも存在していたんですよ。でもスターリンクが従来のシステムと大きく違うのが地上と人工衛星の距離なんですね。従来のね人工衛星っていうのは地上から約3万 6000km のところにあるのに対して、スターリンクの衛星っていうのは約 550km ほど、すごく近いんですよ。地球一周というのが約4万キロになるので、3万 6000km の遠さっていうのが分かると思うんですね。一方でこの 550km っていうのは東京から大阪ぐらいのめちゃくちゃ近い距離感になっています。距離が近いイコール通信速度の高速化、よりね早く届きますよね。なのでスターリンクというのはこれまでの人工衛星とはわけが違うと。ここがね根本的に大きな違いになってきます。ただ近いことによる欠点もあって、地上に近ければ近いほど人工衛星のね1機あたりのカバーできる範囲、いわゆる電波を届けれる範囲っていうのが限られてしまうからこそ、スターリンクはこのカバー範囲を人工衛星の数で解決しました。現在運用中のね全衛星の数約1万5000機と言われています。その中でスターリンクの人工衛星というのは3分の2を占める約1万機もあるんです。すごいですよね。これは何よりもスターリンク、イーロン・マスクが自社でロケットを持ってるっていうのが最大の強みです。スペース X です。自社でねロケットを開発運用しているので、打ち上げコストを大幅に削減できていますし、さらにね再利用可能なロケットであるということもあって、1回あたりの打ち上げコストが業界水準よりも圧倒的に安くなると。もう世界でねこんなことを真似することができる、同じことができる企業っていうのはほぼほぼ存在しないと思う。これがね、スターリンクの独自性であり、最大のね特徴、強み、圧倒的なね企業パワーという形になっています。
で、面白いのが実際にスターリンク衛星のね、リアルタイム表示、スターリンクの衛星がね、どれぐらい打ち上げられているかっていうのをね、見ることができたりします。スターリンクマップっていうね、サイトで確認することができるんですけど、見てわかる通りね、地球の周りにはとんでもない数のね、衛星が飛び交っています。で、このスターリンクの衛星というのは、寿命を迎えると自ら大気圏に突入して、ほとんど燃え尽きてしまうような設計になっています。で、なぜ寿命があるのかというところですよね。まずは新モデルへの交代とか、あとは高価なパーツではなくね、交換前提のパーツとか、そういった形で、構造、製造されているからです。単純に壊れてしまった時にね、宇宙のゴミにならないように、あえてね、落として燃やすみたいな、そういった、リズムに、ね、なっているみたいですね。実際にね、大気圏に突入してくる時に、地上から確認できるようなケースも多いみたいで、直近ではね、2025年の9月にカリフォルニア州でね、スターリンク衛星がね、大気圏に再突入してくるような、そんな映像が確認されています。っていうね、スターリンクですが、今現在ユーザー数が1000万人を達成。で、僕自身もその一人となったというところです。で、このスターリンクというのは、圏外エリアでも使えるというね、圧倒的な安心感があります。地上のね、光ファイバーとか全く関係なく、このスターリンク自体がね、衛星をね、受信できる。要は空が見えていれば、どこでもね、ネットにね、繋がることができる。宇宙とね、交信することができますので、全く新しいネットワークシステム、そういったところになってきています。最近 ZIP Air にもね、スターリンクが搭載されるみたいなニュースあったじゃないですか。だからあれとかでね、飛行機でも快適にね、ネットがね、使えるようになってくると、どんどんね、進化していってるなと感じます。ではね、皆さん、じゃあ、スターリンクミニ開けていきましょうよ。はい、はるばるね、日本に到着しました。これしっかりとね、海外から配送されてるみたいですよ。DHL でね、届きました。注文からね、到着まではだいたいこれぐらいのね、スケジュール感でした。1、2週間ぐらいかな。はい、2週間もかかってない感じでしたかね。はい、開けていきましょう。では、開けます。はい、じゃんと。真っ白ですね。なんか思ったよりやっぱね、すごく小さいサイズ感。こんな感じになっています。これがね、衛星と通信するんですよ。すごくないですか？これがだからアンテナってことですよね。いやー、そんな大きくないですよね。どうですか？これぐらいのサイズ感です。はい。全然これぐらいだったら持ち運べそうな感じしますよね。これがスターリンクミニです。で、付属品としては、ケーブルと、電源のアダプターですね。はい。これちょっと大きいですね。意外と電力使うのか。あとこれはマウントの部分かな。はい。三脚とか、なんかスタンドとかに取り付けれるものになっています。めちゃくちゃシンプル。Apple 製品ぐらい何もないですね。実際にね、こっからね、接続とか検証とか、どれぐらいね、使えるかっていうのをね、見ていきたいんですけど、そもそもですね、なんでこれを僕たちが導入したのか、そこをね、ちょっと先にお話しさせてください。まずですね、僕たちこのオフィスに移転してきたんですけど、固定回線のね、工事を完了するまで、かなりね、時間がかかりそうなんですね。というのも僕たち 10G のね、より速い速度のね、回線を引きたいというのがあるんですが、ちょっとね、ここの建物的にそのね、工事がなかなか大変そうで、結構時間がね、かかると。で、ただ、ネット回線がないというのは本当にね、しんどい、死活問題なので、一旦ね、そのつなぎとして、一旦ね、ここで使いたいというのがありました。で、10G 回線とか、しっかりとした回線がね、引ければ、そっちをメインに切り替えて、これ自体はね、サブとしても使えるし、災害時のね、緊急用にも使うことができるし、あとはね、撮影時でも、ロケ地でね、使うことができる。快適に動画をアップロードしたりすることもできるっていうので、今回ね、これをね、導入したというような形になっています。で、実はですね、いきなりね、買ったわけじゃなくて、パンダスタジオさんでレンタルをしてみました。実際にレンタルをして、どこまでね、衛星のね、電波をキャッチできるかっていうのをちょっとテストをしたんですよ。そしたら意外とね、いけたんですよね。こっからね、ちょっと実際にね、検証もしていこうと思うんですが、いきなり買うのではなく、レンタルしてから、実際に使えるかどうか、電波を拾える環境かどうか、遮蔽物がね、なくて、しっかりと衛星にね、これを向けることができるか、そこをね、チェックするのにも、レンタルはね、結構おすすめなので、よかったら使ってみてください。でですね、今回ね、ちょっと一緒に買ったアクセサリーがありまして、それもね、ちょっと簡単に紹介していきましょう。はい。じゃじゃん、いくつかあって、これがまずはですね、はい。このね、本体と、USB-C のね、ケーブルになっています。要はこの電源でね、やってももちろんこれを使っていいんですけど、ただね、USB でできるということは、車の中からでも使えるんじゃないかっていうので、ちょっとね、後でまた検証してみたいと思います。で、もう一つが、これですね。これ何かと言いますと、これはですね、USB-C ポートをこのスターリンクのね、このアンテナのここの後ろにですね、はい、イーサネット、はい、LAN ポートがありますので、ここに挿して、要は有線でのね、接続をさせるとっていうのをちょっとやってみたいなと思っております。やっぱりね、より安定すると思いますので、イーサネットでね、つなぐっていうこともやってみようと思います。で、あとはこちらですね。
はい、これねなんか Amazon に言ってたスターリンクのミニのケースなんですけど、カラーもちょうどいいし、それこそねアウトドアとか外に持ち運ぶことがね多くなると思うので、これにね収納しようと思います。はい、じゃじゃん、こんな感じ。結構すっぽり入るようになってそうですね。うん。お、この辺も。おお、いいじゃないいいじゃない。でここケーブルもいけて、でこんな感じでしまう。はい。めちゃくちゃいいんじゃないかな。ということで、ここからね、実際に設置と検証とかね、やっていきたいと思うんですけれども、いろんなパターンでね、検証していきたいと思います。じゃあ、まずはこのね、オフィスの中からやっていきます。オフィスのね、窓際に置いていこうと思うんですが、基本的に室内でね、やるっていうことには前提として向いてはいませんし、あんまりね、それ推奨でもないです。はい。基本的には外でやるもんなんですけど、見てください。はい、ということでちょっとね組んでみました。ちょっと簡易的なねスタンドにしていますが、ちょっと一旦緊急でね衛星をね受信させています。今オフィスのね一角の僕のねちょっとデスクの前がですね、この窓が2つ大きいのがあるんですけど、ここ北向きなんですよ。スターリンク衛星どうやら北向きのね衛星を主に拾うらしくて、レンタルした時にテストしてみたらここで拾えたんですよね。はい、なのでここでねちょっと接続をして受信できるかやっていきますね。ではスターリンクアプリを開いていくと、はい、こんな感じでオンラインになっております。はい、今回ねちょっとルーターを買ってないので、もうこれだけで電波を受信したり、あと LAN ケーブルを使えば、有線でもね接続できるという形にしています。はい、こんな感じですよ。いやすごくないですか。で障害物とか見ていくと、まだねちょっとデータをね取得中みたいなんですが、今ね向いているところに対しての障害物が出てたらこの辺にね、こうやってね見ることができたりします。で統計を見ていくとですね、これ各15分間のネットのね回線の安定を見てるんですね。ちょっと今ギザギザあるのが、これちょっとセットアップでねいろいろ動かしてたんであるんですけど、直近のね数秒ぐらいはめちゃくちゃ安定してますね。はい、いいんじゃないですか。はい、で消費電力とかだいたいこういった感じで見ることができますと。で肝心のね速度ですよね。スピードテストしてみましょう。一回やってみるよ。これ今窓、これねスモークフィルムみたいな貼ってるからちょっとね遮るはずなんですけど、結構出てるね。おお、下り161で出ます。うん、アップはね23とかかな。窓際でこれですからね。ちなみにねここを開けるとめっちゃもっとスムーズにねやっぱ入ってきてました。やっぱねこれ結構大きいっぽいですね。でとはいえこのねアプリはね結構速度を速く表示してるみたいなので、ちょっとね普通のウェブサイトからでも見てみましょう。これでねちょっと計測していくと、待って、でも十分やね、こんだけ出てたら。はい、僕らテザリングでやってましたから今まで。こんなに出てたら十分じゃないかな。ただスターリンクアップロードはね結構遅めみたいなんで、とはいえ30メガ出てるけどね、これぐらい出てたら動画のね視聴とかも全然問題ない。アップロード動画をね YouTube にアップするみたいなのはちょっとね大変かなと。めっちゃ速いわけではない。でも下り120メガビットパーセカンド出てるので、5人ぐらいでシェアをしても全然ウェブサイト見るとかであればサクサク快適にねできるかなと思いますね。なので基本的にはこのね室内の窓っていうのは推奨されてないんですけど、たまたま北向きでめちゃくちゃでかいで、こっちの隣のねビルが、同じぐらいの高さなんですよ。だからここより上はねもう空なんですよね。青空がちょっと見えてるかなと思うんですけど、めちゃくちゃねいい環境っていうのもあって、僕らはねこれスターリンク今使えてるといった形ですね。ということで次のね環境に移動してみたいと思います。はい、ということで、県外に来ました。県外エリアでございます。もうねこれ正真正銘の県外エリアですね。全く電波が届かないところに来てるんですけれども、ここでもこのねスターリンクを使えば問題なくね、ネットが使えるというところのはずです。でこういうね外に来た時に、まずねいろんなやり方があるんですけれども、この電源をねつなげてこういう風にスターリンクにね接続をする方法もあるんですけど、外だとねなかなか電源は持ってこれませんと。なので今回はモバイルバッテリーでいこうと思います。こういったものとか、もしくはポタ電とかでねやってもいいと思うんですけど、僕らはねちょっとこれが気軽なので、このアンカーの大容量のねモバイルバッテリーにします。でこれで基本的にタイプ C で接続をするだけでもう OK で、これ電源ボタンとかも特にないはずなんですよ。でこのままね空が開けたところでこうやって拾う感じ。はい、こんなことしなくても割と開けてはいるんだけど、山がねこう密集してるとちょっと衛星を拾えない可能性はあるので、こんな感じでね電波を受信させていきます。まずねスターリンクアプリを立ち上げるとこんな感じで、はい、まだ来てない、来ました。でこれで Wi-Fi に接続からのこれですね、スターリンク Wi-Fi が来ます。はい、5ギガにしておきますね。いつものやつが来ていますね。はい、いけたかな。はい、
でこの状態でWi-Fi が来ました。でスターリンク開くと、はい、来ましたね。でこんな感じで向きを計算すると今出ています。これでねスターリンク自体が今ね衛星を探してくれてるような状態ですね。ちょっと探す時間が割とあるんですけれども、このアプリ内ねちょっと見ていくと、この統計っていうところからこのね過去15分間にどれぐらいね成功してるかみたいなものを見ることもできます。で今ね3分ほど待つとこんな感じで接続されましたとなりました。でスターリンクが41度ずれてますと出てますね。これで位置を調整してあげます。これでこの向きを正しくやってあげればいいから、これ真逆かな、こうしてあげればいいのか、はいはいはい、こうかな、こんなか、来た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 、正しい方向を向いています。すごくない？で障害物を見るとこんな感じで、上にね障害物があればここになんかすごい都内とかだとめちゃくちゃこうブワーって遮ってるものがあるんですけど、ここは全然やっぱないですね。でこれでいけたかな。でこの統計っていうところを見ると、この過去3分間で今どんぐらい成功してるか、多分ここの部分が今向きを整えたところで、ここからはめっちゃ安定してそうな感じが見えています。これだけです。めちゃくちゃ簡単、つなげるだけ。ではこれでスピードテストを行っていきましょう。まずね純正のアプリから見ていくとこんな感じでできるので、これで開始していきましょう。どれぐらい出るかな。これがねすごいんですよ。やばいやばい、340、350、はいこんな感じですね。だいたい上りが29で下りが328、結構速くないですか。はい、一般的なねちょっとウェブサイトの方で結構いくな。370来てる。でも300前後ぐらいか。いや爆速っすね。アップロードですね。肝心の上りの方がどんぐらい出るか。こっちの方が速いな。60メガビットパースカウントも出ましたね。これぐらいあれば一般的な自宅の光回線ぐらい結構できてるね。ちょっと YouTube 見ていきましょうか。こんな感じで全然サクサク見れそう。これ 4K にしてもいけるはず。いけてますね。4K 映像電波ないんですけどね、ここいけちゃいます。はい、ということでめちゃくちゃ良くないですか。いくつかねちょっと注意点はあって、スターリンク基本的にねこの置いた状態でやる必要がね今あって、法律上ね動かしながら使うっていうことが基本的に今やったらダメっぽいですね。僕ねテスラでも最近ね車内に置いてやるんですよ。充電中とかですよね。あとね車内のアップデートしたい時とかにねこれ Wi-Fi つなげてやるんですが、走行中とかは今のところ NG なので、それはね絶対やってはいけません。なので基本的には置いてやる。であとはねシンプルに空が必要になります。なのでここはめちゃくちゃ開けてるからいいんですけど、洞窟とかあとは木とかもねいっぱいあると多分ね障害がね生じてしまうと思うので、これがちゃんと空にね向かって衛星とね受信できるようになる必要があります。で今日はね曇ってるし、なんならさっきも雨も降ってたんですけど、そういうのは全然関係なさそうです。なんか一般的にはね雲があると怪しいんじゃないかって言われてたりするんですけど、僕らオフィスで使ってる感じでも雨の日も関係なく使えています。でもちろん夜もね全然今のところ生きてるかなといった形ですかね。はい、ということで戻ってきたので、ここからねこのスターリングのプランですよね。ここがめちゃくちゃ気になると思うので、ここもまとめていきたいなというふうに思っております。スターリンクは2種類のプランがあって、ホームプランとロームプランですね。ホームプランが自宅での利用にね最適なものになっています。基本的にあちこちにこのスターリンクを持っていかないと同じところで使うというようなねプランになっていて、ホームプランにはホームライトとホームっていうね2つのものがあって、ちょっと分かりづらいんですが、このホームライトの方が安いんですけれども、普通のホームプランの方が通信の優先度っていうのが高いみたいなんですよ。例えば回線の混雑時とかに優先的にね速度を速くして、受信をできるといった形になるので、ちょっとその中でも価格によって分けられているといった形になります。で次ロームプラン、僕はねこれにしています。いろんなところでもねできるというところがあるので、移動中とか、どこかに行った時とかにも使いたいので僕はロームプランにしていますと。でなんとこれね150以上のね国と地域のねどこでも利用することができるということで、これがねやっぱ恩恵をね感じてる方も多いんじゃないかなと思います。でロームプランも、その中に2種類あって、ローム 100GB までのプランとローム無制限のものがあります。で僕はねもう無制限でやってます。結構計測してみたら僕らね5日間で 100GB 超えてました。はるきくん超えてました。それぐらい僕ら使ってるということで、はい、こういうね仕事をしたりYouTube をアップするとかなると全然100ギガ超えるので、業務的に使いたいっていう人は絶対無制限の方がいいと思います。ただね映像を見るぐらいだったらねそんないかないとは思うんで100ギガ以下でもいいと思うんですけど、アップしたいとかなると無制限にする必要があると思います。ただこれもめっちゃ高くてね 15,600 円と100ギガだったら 6,500 円とね大きく変わってくるので、ここがね用途次第っていうところですかね。ただこのロープラはすごくいいのが、スタンバイモードっていうものをね使えば
ばいつでも一時停止することができます。使いたい月だけ契約することができるといった形になるので、それこそ非常用にね、持っておいて、で、なんか災害とか緊急の時用に、バックアップとしても、契約をしてその時だけ使うみたいな、そういったところのやり方もあったりはするので、結構柔軟にね、価格を決めて、自分のね、あったね通信プランにするっていうことができるような仕様になっています。と、ここで少し補足させてください。この一時停止っていう機能が廃止となっていたそうです。ごめんなさい。で、これなぜかっていうのと、今はどうなっているのかもちょっとお伝えさせていただきたいんですけど、まずこれ2025年8月時点で、この一時停止っていう機能、そういった方向性っていうのがなくて、代わりにスタンバイモードというのが導入されているみたいです。で、このスタンバイモードが何かっていうと、月額730円で、要は低速の通信がずっとできると。なので、そのプランを停止することはできなくて、約 0.5 メガビットパーセカンドの低速通信を維持しながら継続していく必要があると。言い換えれば解約するまでお金を払い続ける必要があるといった形になっています。で、ここだけを見るとちょっとなんでそんな解約をってなるというところはあるんですが、これ結構合理的な理由もあってですね、これなぜ廃止されたかというと、そもそもこのプランを完全停止してしまうと、いざっていう時に再開が難しいという課題があったそうです。確かにこれ僕もねちょっと疑問には思っていたところで、要は例えばなんか災害とかいざ電波が届かないってなった時に、そもそも電波がないのにプランを変えれないよねっていうことがあったみたいなんですよ。なので通信が完全に止まると元も子もないっていうので、県外に行ったとしても、通信をね、低速の 0.5 メガビットパーセカンドって言ったらもうテキスト受信ぐらいにはなるんですけど、それができることによってどこでも絶対にネットにはつながることができる、保証でもあると思うんですけど、そういった背景があるみたいです。なのでね、いつでも解約できるというのがホームページには書いてはいるんですけど、それよく見るとそういう風にはなってないみたいなので、ちょっと紛らわしいんですが、でもこれこそが本当の災害時への緊急的な用途で使える、発揮できるというね、ものかもしれないなと思うので、ちょっとねここは月額の料金がかかりますが、僕的にはねいい判断っていうかいいプランでもあるのかなと思いました。でももうちょい安くはあってほしいよね。月500円ぐらいで 0.5 メガだったらね、それぐらいにしてほしいなというのはあるんですけど、以上ねこういったところもあります。で、あとはね、スターリンクの本体料金になりますね。スターリンクのスタンダードキット。これが、いわゆる一般的な家とかにね、もう固定で付けちゃうものになってくるんですけど、こちらが55,000円からになっています。結構高いんですが、でもね、僕これ1個アンテナ置いちゃえば、ずっと受信できるということがあるので、爆高ではないかなと思っています。で、さらにこのミニですね。このミニキット、僕たちがね、導入したものは34,800円と、結構安い気はしています。いや、どこでも使える Wi-Fi みたいな。で、しかもめっちゃ早いから、全然僕は安い。そこから費用はかかってくるんですけど、でもこれハードなんでね、後から売ることはできたり、中古でね、出すことができたりするので、そんなめちゃくちゃ高すぎるわけではないかなと、個人的には思っております。で、いきなり買わずとも、僕はね、そのパンダスタジオでね、レンタルしたとお伝えしたと思うんですが、ここだと1日1泊かな、7,700円ぐらいで借りることができました。で、これは通信もパッケージに入っているので、その7,700円で1回その1日分使うことができますと。そもそもスターリンクが受信できるできないとかも、ちょっとやってみないとわからないみたいなとこあるし、僕たちは窓側でも行けたんですけど、基本窓ってできないところではあると思うので、そういうちょっと似たようなユーズで考えている人は、1回ね、レンタルしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、スマホのね、スターリンクダイレクトっていうものがね、最近は出てきています。これ何かというと、こういった従来のね、スターリンクっていうのは専用のこのアンテナ、スターリンク自体の本体が必要だったんですが、このスターリンクダイレクトっていうのは、今ね、この持ってるスマホが直接空のね、衛星と通信をしてくれるんですよね。なので、これ通信プランというか、その受信ができるような手段になるので、例えば 4G とか 5G の電波が届かない場所、山間部とかね、海の上とか災害地とか、そういったところで、そのね、モードに切り替えることによって、衛星から直接受信をすることができると。それがね、今2026年現在では au が先行してできるようになっています。とはいえね、ドコモとかソフトバンクとかもね、サービスを準備していて、2026年の春頃にはね、できるんじゃないかと言われてたりするみたいなんですが、これはね、災害大国の日本では本当にありがたい機能になってますよね。こういったものが今後ね、拡大していくんじゃないかなというふうな見込みもあったりします。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回ね、このスターリンクというものをね、ちょっと取り上げてみました。僕たちのね、日々の作業にも急遽必要になったというところではあったんですが、このスターリンクについてね、調べていくと本当にいろんなところでの活躍であったりとか、インフラとしての整備が見えてきました。例えばウクライナ有事であったりとか、能登半島地震、そして Amazon 奥地への学校への提供や、航空機とかクルーズ船などでの使用です。
サービスの開始からすでにたくさんの活用してきたこのスターリンクですが、特に印象深いものとしては、ウクライナ有事の際に侵攻開始からわずか2日後にスターリンクの端末の提供が開始されたそうです。我々の国での能登半島地震の際にも即座に350台以上の端末を避難所へ配備したみたいです。このように通信の速さだけじゃなくて、災害であったりとか局地とか、あるいは避難所の使用においてこれらはね最大限にね力を発揮するものなんじゃないかなと思います。でそして空の上とか海の上とか、これまで圏外というものが当たり前だった環境場所っていうのがオンラインという環境に生まれ変わる。もはやこのスターリンクというのはね、単なるガゼットじゃなくてインフラなんじゃないか、そういう風に強く感じる、そんな、使用体験というところでまとめて終わりたいと思います。ということで、この動画がね参考になった、役に立ったという方はぜひね友達とか家族にシェアをしてあげてください。もしものためでもいいですし、日々のね通信回線をよりアップグレードしたい、よりねバックアップ回線を用意したいというね、いろんなニーズに、もしかしたらマッチするんじゃないかなと思いますので、興味ある方はねぜひ概要欄のリンクから、スターリンクのねホームページにもアクセスをしてみてください。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。